この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はですね、リクエストが多かったこちら、プロ絵師だったら1ミリも知らない原神のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説ということで、大人気のオンライン RPG 原神のキャラをリスナーさんから送られてきたヒントだけを元にデザインを当てていきたいと思います。それと今回はちょっと新しい試みとして、ヒントがあったらそんなの当てられるに決まってんじゃん、もうさ声だけで当ててみてよというリクエストにお答えして、今回3キャラクターチャレンジするんですが、最後の1キャラをですね、声だけを元にデザインを当てに行きたいと思います。そして今回も僕がどのように考えてどうやってそのデザインを決めていったのか、僕の頭の中をそのままお伝えしながら書いていきたいと思います。なので原神を知らない方もですね、そんなこと考えながらキャラクターデザイン作っていくんだなということも知っていただけますし、答え合わせのドキドキ感もね、一緒に楽しんでいただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。いやー、久しぶりのミリシラチャレンジでちょっとドキドキするんですが、早速やっていきましょう。最初の1キャラ目はこのキャラです。さて、最初のキャラクターは勝利というキャラです。いただいた特徴はこちら。チャイナ服で全体的に茶色多め。槍を装備している。釣り目で後ろ髪を結んでいる。クールな見た目。長身でキリッとした釣り目の男性。勝利先生と呼ばれている。属性は岩。葬儀屋にいる謎の知識人で、金に無頓着ということなんですが、まずね、長身でキリッとした釣り目の男性ということなので、結構なイケメンキャラであることが予想ができます。あと、勝利先生はリクエストがかなり多かったので、おそらくね、原神のゲームの中でもすごく人気の高いキャラ、1、2を争うぐらい人気のキャラクターなんだと思います。って考えると、デザインはおのずと絞られてきて、かなりガタイがいいキャラとか、あとは色物キャラではなくて、もう正統派アイドルっぽいシュッとした細身の男性だと思いますね。なので、そういったバランスを意識しながらデザインしていきます。原神。駅のポスターだったり、あと雑誌とかに載っている絵はちらっと見たことがあるので、なんとなく全体的な絵柄の雰囲気は覚えていてですね、可愛い印象なんだけど、ディティールが詰まっているような、なんかそういうバランスの良い絵柄だったように記憶しています。そういうね、頭の片隅にある原神感を頼りに進めていきたいと思います。こんな感じじゃなかったかな。あとですね、ヒントに槍を装備しているってことなんですけど、これはね、実は罠だと思うんですよ。いや、岩属性の人って多分パワータイプの人が多いので、見た目の細さに反して結構でかい武器を扱うのではないか。例えば、ごっついポールアックスみたいなって想像しちゃいがちなんですが、これはね、多分そうじゃありません。細身の槍。つまり、岩魔法をメインで使う場合には、パワータイプですらないかもしれませんね。てか、謎の知識人って言ってるので、おそらく魔法タイプなのかもしれませんね。なので、槍はほっそりした感じにして、もう片方に書物、つまり中国なので、竹管を持たせてね、地面から岩をボコボコボコって魔法で突き出させたり、あるいは連成したみたいな感じにしようかなって思っています。いや、これ結構いい線いってるんじゃないですか。あとね、魔力を使って岩を操るキャラなので、そういうキャラって魔力がこもったアクセサリーをしていることが多いと思うんですよ。例えば槍にそういう魔力玉をつけてもいいですし、あとは耳に岩ピアスみたいなのをしててもおしゃれですね。一瞬岩キャラって聞いて、なぜか数珠みたいなアクセサリーつけようかなってひらめいたんですが、それは合わなそうなのでやめました。これなんでそう思ったかっていうと、おそらく鬼滅の刃の影響ですね。ほら、岩柱姫島行明もこういうのしてるじゃないですか。ただね、これつけちゃうと完全にパワータイプっぽくなっちゃいますからね。今回は取りやめです。はい。で、ここから色をつけていきましょう。色についてはいくつかヒントがあります。全体的に茶色多め。あと、これ見落としがちだと思うんですが、葬儀屋っていうことですね。葬儀屋であまり派手な色味っていうことは考えづらいので、おそらく全体的に黒と茶色がメインなんだけど、それだと地味になりすぎるので、
で赤か黄色が差し色に入っていそうだなっていう風に思いました。なので瞳を赤色にして、あと服のところどころに差し色で黄色を入れたいと思います。多分ね、服の裏地が黄色とかはありえるんじゃないでしょうか。全体としては黒の面積が多くて、その次に多い面積が茶色、そして差し色で赤か黄色が入ってくるみたいなバランス感だと想像するので、だいたいねこんなバランスだと思います。なんかでももしかしたら服の濃い色は藍色じゃなくて完全に黒でもよかったかな。でね、ここですっごく迷ったんですが、勝利先生って呼ばれてるぐらいなので、これだとねいまいち先生感が少ないかなって思いました。なのでこれはちょっと冒険なんですが、メガネ追加してみました。いやー、これはちょっと吉と出るか凶と出るかですね。僕の予想ではパワータイプではなく魔法タイプなので、メガネ一応ねそのイメージには合ってると思うんですけどね。それと魔法を詠唱している感じを出すために竹簡に文字を浮かび上がらせています。っていうかヒントのどこにもね竹簡とか書いてないので、今更になってちょっと不安になってきたんですけど、大丈夫かな。そして最後、全体的に軽く陰影を追加していき、絵としての完成度を上げていったら、はい、斉藤直樹予想原神の勝利先生はこんな感じです。いやー、いつもこの瞬間ドキドキするんですけどね。それでは正解を見ていきましょう。正解の勝利先生のデザインはこちらです。ドドン。全然中華風じゃなかったですね。なんかこれちょっと前提勘違いしてましたね、僕。結構強めに中華風のデザインを意識しちゃってましたけど、いや、そうとは限らないのか。これは失礼しました。あとね、このメガネ。これメガネなかったら結構似てたんじゃないですか。メガネさえなければ。っていうか、これめちゃくちゃかっこよくないですか？スーツとロングコートのファンタジーアレンジ。こういう現代的な格好をファンタジーにアレンジするときって、こういう金属的なラインをところどころに配置していくっていう手法があるんですが、このデザインがかなり秀逸だと思いました。いや、めちゃめちゃ決まってますし、この槍のシルエット、これもね、すごくかっこいいですね。あと顔。なんだろう、物静かな印象ですが、奥に強さを秘めているようなこの瞳、素敵。これはね、人気出ますね。でも、ここ見てください、ここ。このコートの裏地が黄色だって当てたのすごくない？はい。なんか今回のいいところはそのぐらいですね。次行ってみましょう。はい、次はタルタリアというキャラですね。タルタリア。ちょっと名前からだと男なのか女かすらわからない。いただいたヒントはこちらです。オレンジ髪のクセっ気。頭の左側に赤い仮面をつけている。死んだ目で長身の戦闘狂。味方だと心強いけど敵にしたら怖いタイプ。赤色のライダーマフラーで双剣使い。国の暗部たる黒い組織の幹部の一人。ちょっと待って。まだ男か女かわかんないんだけど、でも、長身の戦闘狂っていう部分から、一応男である可能性は高そうですね。これちょっと待って。これね、分かっちゃったかも。てか、これ絶対そうだわ。いや、オレンジ髪の戦闘狂って言ったら、もうあの人しかいないでしょ。キングオブファイターズの八神伊織。あの戦闘狂がベースになってるキャラじゃないですか、これ。うわー、ごめんなさい。当てちゃってごめんなさい。いや、ちょっとね、こういう感は僕、働いちゃうんですよ。断言しましょう。タルタリアさんは、キングオブファイターズの八神伊織がベースになっているキャラクターです。いや、もうそれが分かったらね、もう簡単です。前のめりになっているちょっと凶暴そうなポーズと、あとね、戦闘に喜びを感じているようなちょっと怖い表情描いていきたいと思います。はい、ここから線画を整えていきます。まずは顔からなんですが、オレンジ髪のクセっ気ということなので、多分ね、くるくるっとしたニュアンスが強めに入っている感じじゃないかと思います。あえてヒントとして書いてるぐらいなので、結構強めにくるくるってしてるのかもしれませんね。あとね、ちょっとこれ気になるんですけど、診断目これ結構難しいんですよね。いや、なんか一瞬じとめキャラなのかなっていう風に思ったんですが、これね、多分罠なんですよ。いや、っていうのはですね、髪の毛がオレンジなので、結構パッと見明るい印象を与えるキャラなんですよね。それで目だけじとめっていうのはあまりにもギャップがつきすぎてしまうので、迷いど
ころですけど、目線は強いキリッとした見た目で一見素敵って思っちゃうんだけど、よく見るとハイライトが入っていないから目は笑っていないから、よく見ると怖いよね。あ、わかるわかるみたいなバランスなんじゃないかなっていう風に思うんですよ。さっきの勝利先生の時もそうでしたが、スーツをファンタジーアレンジしたようなそういう感じの衣装だと思いますので、ところどころに金属パーツが施されているデザインじゃないかと思うんですね。こんな感じこんな感じ。でもなんか八神伊織からは少し離れてきちゃったような感じがするんですが、いやでもこういうのもありかなっていうバランスになってきた感じがするので OK としましょう。はい、どんどん進めていきます。でね、デザインのポイントなんですが、まずはこのヒント見逃しちゃいけません。国の暗部たる黒い組織の幹部ってことなんで、これはね確信を持って言えますが、全体的にね黒基調のキャラでしょうね。あとね、さっきちょっと失敗しちゃったんですけど、必ずしもデザインラインが中華風でないっぽいので、この人もスーツをベースにした西洋風な感じだったりするかもしれませんね。あと名前がタルタリアって横文字ですしね。それとちょっとここめちゃくちゃ悩んだんですが、仮面つけてんの？いやですね、そっか、仮面か。中国で仮面っていうと中華街で売っているこの被り物を思い出しちゃうんですけどでもこれつけてるわけないしな。まあある意味これつけてたら敵にしたくないタイプですけどね。でもなんかさすがにこのデザインにこの仮面つけているとは考えづらいんだよな。そうですね、中国の仮面で検索すると伝統芸能で被るようなカラフルなお面がたくさん出てくるんですけど、そういうのをちょっとスタイリッシュにアレンジしたような仮面にしていきたいと思います。あと服装のヒントがいまいちないんですけど、組織の幹部って大体スーツなので、敵はねスーツだと思うんですよね。イメージ的にはファイナルファンタジー7の死んだカンパニーみたいな。でもタルタリア君が敵とは限らないんですかね。ちょっとわかんないですけど、あとそういう闇の組織に属しているキャラクターって主人公たちの文明レベルでは明らかに持ち得ない謎技術の武器とかも持ちがちなので、ちょっと SF チックな武器を持っているんじゃないかと思うんですね。なので光の筋とかが入っているような双剣を装備させてみました。最後にこちらも全体的な陰影を追加しつつ簡単なエフェクトを追加していき、で最後の最後、目の表情をねもう少しだけ気持ち戦闘狂っぽい凶暴な目に寄せていったら、はい、斉藤直樹予想原神のタルタリアくんはこんなデザインです。さあいやーどうだろうな、ちょっと全然わかんないんですが、答え合わせしていきましょう。本物のタルタリアくんはこんなデザインです。ドドンいやごめんなさい、ちょっとね笑わずにはいられなかったんですけど、さっき僕なんて言いましたっけ？確信を持って言えますが、全体的にね黒基調のキャラでしょうね。いやーごめんなさい、真逆でしたね。真っ白じゃん。っていうかめちゃくちゃ爽やかなキャラじゃないですか。全然八神伊織じゃなかったでもこの人が戦闘狂なんですね。なんかそれはそれでこうグッとくるものがあるっていうか、ギャップがありますよね。それとここかっこいいです。このマフラーの先っぽに行くに従ってエフェクトになっていく感じ。なるほど、この人水属性なんですね。だからマフラーの先端に行くに従って水エフェクトになっていく感じと、あと持っている剣も水の剣なのか。なるほど。あとね、これは当然ですけれども、お面はね、例のあれではなかったですね。いやー、結構ね、今回も予想を外しに外している感じはするんですけど、いや、でも待ってください。この顔見て。顔は結構近くない？いやー、でもね、次、リベンジします。次もあるので、頑張っていきますよ。最後は、女性キャラでいきたいと思います。はい、最後はフータオというキャラを描いていきます。でね、今回はいつもとちょっと変えて、最後はなんと Twitter でヒントはもらわずに声だけでデザインを当てるっていう無茶ぶりに挑戦していきたいと思います。ちなみに声を検索すると見た目も同時に出てきてしまうので、今回はね、イラストレーターの牛さんに声だけを送っていただきました。牛さんありがとうございました。じゃあちょっと声を聞いてみますね。同種の私に何か用かな？あれ？知らなかった？私が王城の77代目同種、フータオだよ！そっか！仕事以外で私に用があるってことだね。
お日様が出たら日光浴、お月様が出たら月光浴、私とお茶しない？えへへ。ふうたおのふはおふざけのふ、ふうたおのたはぐうたらのた。ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。はい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 。大体わかりました。今回はね、ちょっといけそうな気がします。まずですね、僕が一番気になったのは、同種の私に何か用かなっていう部分。これ多分ね、同種っていうのは特別な職業だと思うんですよ。同志的な。しかもこの世界では結構な力を持っているようなニュアンスが含まれているように思いますね。あとね、お日様とお月様っていうセリフがあったんですけど、これね、一見和ませ要素みたいに聞こえますけど、違います。これ多分、陰と陽、つまり中国の陰陽道に通じているんだよっていうことを含ませたセリフなんですね。なので、多分、ふうたおちゃんは、天真爛漫な明るい性格とは裏腹に、そういった神秘的な力を操ることができる、優れた術師なんじゃないかと思います。例えばそうですね、昔の映画で言うと、霊言同士みたいな感じですかね。ただね、ちょっとこう、明るいニュアンスに隠れて、どことなく闇っぽい雰囲気をまとっているようなキャラクターに感じたので、パッと浮かんだ感じはヴァンパイアハンターのレイレイみたいなちょっとこうキョンシーを思わせるようなデザインとかもありつつ、それをいいキャラ寄りにした感じのデザインかなっていう風に予想します。はい、ここから千賀です。さっきからですね、八神伊織みたいなキャラとか、あとはレイレイみたいなキャラっていう風に言ってるんですが、これね意外と大事で、こういうキャラクターを作るときにそういった前にいた人気キャラを踏襲しつつ新しいデザインにするのって結構重要なんですよ。むしろそういうのがなくて全く新しいデザインにしても意外と人気って出ないんですよね。なので企業からのデザインの依頼を受ける時もですね、大体は発注書にこのキャラを意識した感じにしてくださいっていくつかベースになるようなキャラクターが示されていることってすごく多いんです。今回はね、レイレイっぽいキョンシーデザインにしつつも、ふうたおちゃんは声を聞く感じはつらつとしているキャラクター性なのと、あとね、ぐうたらっていうセリフがあったので、あまり堅苦しくない感じのきちっとした衣装は着ていないような感じがしますね。なので動きやすいジャージみたいな感じだったり、あとは短パンとかの可能性もあるかなっていうふうに思いました。伝統的な同種としての衣装を着やすい形にアレンジしていそうですよね。いやこの時点で同種って何なのか分かってないんですけどね。さて、ここから着色していきたいと思います。まずポイントなのは、このキャラも多分黒を基調にしているキャラだろうなっていう風に思います。さっきはね、大外ししたんですが、この子こそ黒いイメージだと思います。ただね、声の感じからすると結構元気キャラではあるので、元気のある赤色とかが差し色として入っているんじゃないかなっていう風に思います。名前にもね、桃っていう字が入っていますから、そういった赤色のニュアンスがデザインのどこかに入っているんじゃないかなと思いました。あとね、袖口に花のデザインを入れたのもそういう意図があります。あと、ちょっとこう、ジャージっぽい印象を追加するために、服に何本かラインを追加していきます。そういった伝統衣装のアレンジも可愛い感じがしますよね。肩もちょっと覗かせて、女性っぽさも追加していきつつ、最後、シワや肌の影、そしてラインの光沢感を陰影などによって表現していきます。そして仕上げ、バッグにパッと明るいイメージで咲き誇る花を描き入れたら、はい、斉藤直樹予想、原神のふうたおちゃんはこんなデザインです。いやー、どうだろう。声だけから想像したので、ヒントはめちゃくちゃ少なかったんですけど、やばい、超ドキドキしますね。では、見ていきましょう。本物のふうたおちゃんはこちらです。ドドン。ちょっと待って。結構近くない？しかも、椎茸芽。ここも結構近いですね。でもこれよく見たら椎茸じゃない。花柄だ。目の中にお花が咲いてますね。このパターンもあるのか。いやー、これは可愛い。あと、全体的に確かに黒っぽい雰囲気ですけど、僕のと違って全体的に赤紫で統一されているのが、独特な神聖さを醸し出していて、すごくいいですね。これは可愛い。あと、確かに近かったですけど、この帽子のシルエット、これすごく可愛いですね。ちょっと、つばがついていて、真ん中にお札があしらわれていて、いやー、これめちゃくちゃ可愛いな。可愛い。いや、ごめんなさい。可愛いしか言ってないんですけど、これはね、すごく勉強になるデザインでした。
はい。ということで、今回は大人気オンラインゲーム、原神のミリシラチャレンジをやってきました。いかがだったでしょうか？こうやってね、少ないヒントをもとにキャラクターを描いてみると、自分の予想が合っている、合っていないももちろんそうなんですが、そういうデザインにするのか。うわ、ここすごくいい。ってね、答え合わせをするたびに、いい意味での驚きと、そしてデザインの勉強になる部分も大きいんですよね。また、同じくですね、過去にミリシラチャレンジをしたこちらの動画もおすすめです。興味がある方は、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。